どこりゃ。はいはい。もしもし。はい。すいません。今ちょっとね、はい、ちょっと河川敷に、いつもの、はい、すいません。もうね、すごいっすよ、花粉が。そういえば、前にもこんなことがあった。つくづく私は、そういう星のもとに生まれた娘なのね。それにしても、ここは一体どこ？その昔、小さな小さな子供が欲しいと強く願った女性がいましたが、その願いは叶えられませんでした。ついに彼女は妖精のところへ行き、こう言いました。どこで見つけられるか教えてもらえますか？ああ、そんなことは簡単だよ。と妖精は言いました。これは農家の畑で鳥が食べる大麦とは違う種類の不思議な大麦さ。これを植木鉢に入れて何が起こるか見てみなよ。ありがとう。と女性は言い、大麦の値段である12シリングを妖精に渡しました。それから彼女は家に帰って早速それを植えてみると、すぐに大きな立派な花が育ちました。見た目はチューリップのようなものですが、葉はまだつぼみであるかのようにしっかりと閉じています。きれいな花だわ、と女性は言い、美しい葉っぱにキスをしました。そうしているうちに花が咲き、それが本物のチューリップであることがわかりました。ふと見ると、花の中にとても優雅で小さな乙女が座っていました。その子に親指姫という名前をつけました。エレガントに磨かれたくるみの殻が彼女のゆりかごとして役に立ちました。彼女のベッドは青紫の葉でできており、お布団にはバラの葉が使われていました。彼女は夜はここで眠りましたが、日中はテーブルの上に置かれた水でいっぱいに満たされたお皿の中で楽しんでいたのです。このお皿には花びらの輪っかがあり、その茎は水の中にあり、その上には大きなチューリップの葉が浮かんでおり、それは姫をボートに乗せるのに役立ちました。座ったまま、白い馬の毛で作られた2本のオールを持って左右に漕ぎました。本当にとても美しい光景でした。姫はまた、これまでに聞いたことがないほど、とても優しく優しく歌うことができました。ある夜のこと、いつも通り可愛いベッドに横たわっていると、大きくて醜い濡れたヒキガエルが、窓の割れたガラスをすり抜け、姫が眠っているテーブルの上に飛びつきました。息子の嫁にいい娘を見つけたぞ。なんと可愛らしい小さなお嫁さんだ。と、ヒキガエルは言い、親指姫が眠っているくるみの殻を取り上げ、それを持って窓から庭に飛び込みました。庭の広い小川の沼地の縁に、このヒキガエルは息子と一緒に住んでいました。息子ガエルはとても醜くて、
優雅なベッドに座る可憐な乙女を見たとき、ただ、ゴーゴー、ゲロッ、ゲレゲロッ。と声を上げることしかできませんでした。こらこら、こんなに大声で泣くんじゃない。起きちゃうよ。とヒキガエルが言いました。睡蓮の葉っぱにくるんで彼女が逃げないように連れ去るんだよ。私たちは急いで湿地の下の特別室を準備して、そしたら結婚してそこに一緒に住むんだよ。川のはるか彼方には分厚い緑の葉をつけた睡蓮がたくさん咲いていて、水面に浮かんでいるように見えました。そこへヒキガエルはくるみの殻を持って泳いでいきました。その中で小さな親指姫はまだ眠っていました。朝になってようやく目覚め、自分の居場所を見つけると、姫は激しく泣き始めました。大きな緑の葉の四方には水しか見えず、陸地に到着する方法もなかったからです。その間、ヒキガエルは沼地の下で大忙しで部屋をいぐさや野生の黄色い花で飾り、新しい義理の娘に美しく見せるために部屋を飾りました。それから息子と一緒にかわいそうな親指姫を乗せた葉っぱのところまで泳いでいきました。かわいいベッドに収まったそのままで結婚の準備部屋に来てほしかったのです。ヒキガエルは水の中で彼女に向かって低くお辞儀をし、これが私の息子です。彼はあなたの夫になります。あなたは小川のほとりの沼地で幸せに暮らすでしょう。と言いました。ゴーゴー、ゲロッ、ゲレゲロッ。と息子は声を上げました。ヒキガエルは優雅で小さなくるみのベッドを奪い去り、そのまま泳ぎ去り、姫は準備部屋となる緑の葉の上に一人残され、そこで座って泣きました。彼女はヒキガエルたちと一緒に暮らしていくことを考えるのが耐えられませんでした。その下で水の中を泳ぎ回っていた小さな魚たちはその様子を見ていました。彼らは親指姫を見つけるとすぐに彼女がとてもきれいであることに気づき、とても同情しました。魚たちは水の中で集まり、姫のいる葉っぱを支えている緑の茎の周りに集まり、葉の根元を歯でかじりました。それから葉は川に流れていき、姫をこの湿地帯から遠く離れたところへ運んでいきました。姫は多くの町を通り過ぎていきます。茂みにいる小鳥たちが彼女を見て、なんと愛らしい小さな生き物だろうと歌いました。その後も葉っぱはどんどん遠くへ泳いでいき、ついには他の土地に連れて行ってしまいました。優雅な小さな白い蝶が絶えず彼女の周りを飛び回り、ついに葉の上に止まりました。親指姫は彼を喜ばせ、彼女もそれを喜んでいました。今ではヒキガエルが彼女に到達することは不可能であり、彼女が航海した国は美しく、太陽が水面を照らし、黄金のように輝きました。彼女はガードルを脱いで、その一端を蝶に巻きつけ、リボンのもう一端を葉っぱに結びつけました。するとそこへ大きなコガネムシが飛んできました。彼女を見つけた瞬間、コガネムシは彼女の繊細な腰の周りを爪でつかみ、彼女と一緒に木に飛び込みました。緑の葉は小川に流れ去り、蝶も一緒に飛びました。蝶は緑の葉にしっかりとくっついていて、逃げることができなかったのです。ああ、
コガネムシが一緒に木に飛んでいったとき、小さな親指姫はどんなに怖かったことでしょう。しかし彼女はそれよりも葉っぱにとどめていた美しい白い蝶が心配でした。もし蝶が自由になれなければ飢えて死んでしまうからです。しかしコガネムシはそのことについては全く悩みません。彼は大きな緑の葉の上で彼女のそばに座り、花から取れた蜂蜜を少し与えました。しばらくしてコガネムシたちはみんな触覚を上げて言いました。彼女には足が2本しかない。なんと醜いことでしょう。彼女には触覚がないわよ。と別のコガネムシは言いました。彼女のウエストはかなり細いですね。彼女は人間のような人です。まるで人間みたいでおす。ー、姫はとても綺麗だが、彼女醜いわ彼女はよ。醜いです。とコガネムシの女性たちは皆言いました。すると親指姫を連れてきたコガネムシは彼女が醜いという他の人たちの言葉をすべて信じて、もう好きなところに行っていいよと言いました。それから親指姫と一緒に木から飛び降りて彼女をデイジーの上に置きました。姫は泣きました。そしてその間もずっと彼女は本当に人が想像できる最も愛らしい生き物であり、美しいバラの葉のように優しく繊細でした。夏の間もずっとかわいそうな小さな親指姫は広い森の中で一人で暮らしていました。彼女は草の葉でベッドを編んで、それを広葉樹の下に吊るして雨から身を守りました。彼女は花から蜜を吸って食べ物とし、毎朝葉っぱからつゆを飲みました。こうして夏と秋が過ぎ、そして長く寒い冬がやってきました。彼女に優しくさえずっていた鳥はすべて飛び去り、木も花も枯れてしまいました。彼女が暮らしていた大きなクローバーの葉は今では丸まってしぼんでおり、黄色く枯れた茎だけが残りました。服は破れ、彼女自身もとても弱くて繊細だったので、恐ろしく寒く感じました。凍死しそうになっていたのです。雪も降り始めました。彼女が住んでいた森の近くにはトウモロコシ畑がありましたが、トウモロコシは長い間刈り取られていました。おお、彼女はどれほど寒さに震えていたか。彼女はついにトウモロコシの切り株の下に小さな巣穴を持っていた野ネズミの家の玄関までやってきました。そこには部屋いっぱいのトウモロコシ、キッチン、そして美しいダイニングルームがあり、野ネズミが暖かく快適に住んでいました。親指姫はまるで物乞いの女の子のようにドアの前に立ち、2日間一口も食べるものがなかったので、小さな大麦トウモロコシが欲しいと懇願しました。あらまあ、なんてかわいそうに。と野ネズミは言いました。彼は本当に古き良き野ネズミでした。まあ、私の暖かい部屋に来て一緒に食事をしましょう。私に話聞かせて。何があってこうなったのか、私聞きたいわ。そうして姫は野ネズミのお世話になることになり、それはとても快適であることに気がつきました。もうすぐお客様が来ますよ。ある日、野ネズミが言いました。近所の人が週に一度訪ねてくるのよ。そしてね、その彼は
私たちよりもとても裕福。彼は広い部屋を持っていて、美しい黒いベルベットのコートを着ています。もしあなたが彼を夫として持つことができれば、あなた本当に十分に養われるでしょう。でもね、彼は目が見えないので、あなたは彼にあなたの最も美しい話をいくつか話さなければなりません。しかし、親指姫はこの隣人に全く興味を感じませんでした。なぜなら彼はモグラだったからです。彼は黒いコートを着てやってきました。彼はとっても裕福で博識で、彼の家は私たちの家より20倍大きいです。と野ネズミは言いました。彼は間違いなく金持ちで学識があったが、太陽や可憐な花については見たことがなかったので、いつも軽く話していました。親指姫は彼に、テントウムシ、テントウムシ、飛んで帰って、など、たくさんの可愛い歌を歌わなければなりませんでした。そしてモグラは、彼女がとても甘い声の持ち主だったので、彼女に恋をしました。しかし、彼はとても用心深いので、まだ何も言いませんでした。モグラは地面の下の野ネズミの住処から自分の家まで続く長くて暗い通路を歩いて行き来します。途中彼は通路に横たわる鳥の死骸を見ても驚かないよう警告しました。確かにちょうどモグラが通り抜けたあたりに何やら鳥が横たわっていました。モグラは光る木片を口にくわえると、それは暗闇の中で火のように輝きました。長くて暗い通路を照らすために彼らを照らしました。床の真ん中には死んだツバメが横たわっていて、その美しい翼は脇腹に引き寄せられ、足と頭は羽の下に引き寄せられていました。かわいそうな鳥は明らかに寒さで死んでしまっていました。それを見て親指姫はとても悲しくなりました。彼女は小鳥をとても愛していました。夏の間ずっと小鳥たちは親指姫のためにとても優しく歌い、さえずっていました。しかしモグラは曲がった足でそれを押しのけ、言いました。もうこいつもダメだろう。小鳥として生まれるのはなんて惨めなことなんだろう。私の子供たちが鳥ではないことに心底感謝しています。彼らはツイツイと叫ぶことしかできず、冬にはいつも飢えて死んでしまうんだから。そうですね。あなたはそういうならそういうことでしょ。野ネズミもそれに同調しました。まあ鳴き声は一体何の役に立つのでしょう。冬が来たら餓死するか凍死するかのどちらかでしょう。まあそれでも鳥は非常に高度な品種ですから。親指姫は何も言いませんでした。しかし他の二人が鳥に背を向けると、彼女は身をかがめて頭を覆う柔らかな羽を優しく撫でて、閉じたまぶたにキスをしました。もしかしたら夏にとても優しく歌ってくれたのはこの人かもしれないと彼女は思いました。そしてそれが私にどれほどの喜びを与えてくれたか。ああ、かわいい小鳥さん。モグラは日光が差し込む穴をしっかりと塞いで家まで帰っていきました。それから夜になると親指姫は眠れませんでした。彼女はベッドから起き上がり、干し草でできた大きくて美しい絨毯を織りました。それから彼女はそれを死んだ鳥のところへ運び、
彼の上に広げました。野ネズミの部屋で見つけた花の一部も含まれていました。それは羊毛のように柔らかかったので、鳥が冷たい土の中で暖かく横たわるように、彼女はそれを鳥の両側に広げました。さようなら、かわいい小鳥さん、と彼女は言いました。木々が青々と茂り、暖かい日差しが降り注ぐ夏の間、楽しい歌声をありがとうございました。それから彼女は鳥の胸に頭を置きましたが、鳥の中で何かがドスン、ドスンと鳴ったような気がしたので、すぐに警戒しました。それは鳥の心臓でした。彼は本当に死んでいたわけではなく、寒さで麻痺しているだけで、暖かさによって生き返ったのです。秋になるとすべてのツバメは暖かい国へ飛び立ちますが、一羽がとどまっていると寒さに襲われ、凍って死んだように倒れてしまいます。それは落ちた場所に残り、冷たい雪がそれを覆います。小さな子はとても震えていました。その鳥は自分よりずっと大きかったので、親指姫はとても怖がりました。彼女の身長はわずか1インチでしたから。しかし、彼女は勇気を出して、かわいそうなツバメの上に羊毛をさらに厚く敷き、それから自分の布団代わりの葉っぱさえもかわいそうなツバメの頭の上に置きました。翌朝、彼女は再びツバメに会いにこっそり外に出ました。彼は生きていましたが、非常に衰弱していました。彼はほんの一瞬目を開けて姫の姿を見ることしかできませんでした。ありがとう、かわいいお嬢さん、と病気のツバメが言いました。とてもよく温まったので、すぐに体力を取り戻して、暖かい日差しの中で再び飛び回ることができるでしょう。ああ、と彼女は言いました。外は寒いです。雪が降って凍ります。暖かいベッドにいてください。私があなたの世話をしますから。それから彼女は花の葉に水を入れてツバメに持って行きました。そして飲み終わった後ツバメは、茨の藪で片方の翼を傷つけてしまい、すぐに遠くに行ってしまった他のツバメほど早く飛べなくなったと彼女に言いました。暖かい国へと出発するはずだったあの日、彼は地面に落ちてしまい、それ以上は何も思い出せなくなり、どうやって彼女が見つけた場所に来たのかも思い出せなくなっていました。冬の間ずっとツバメは地中にいて、親指姫は注意深く愛情を持って彼のお世話をしました。モグラも野ネズミもツバメが好きではなかったので、そのことについて何も知りませんでした。そうしてすぐに春が来て、太陽が地球を温めました。それから、ツバメは親指姫に別れを告げ、親指姫はモグラが作った天井の穴を開けました。太陽が輝いていました。モグラは毎晩彼女を訪れ、夏が終わる頃のことを話し続けました。それから彼は親指姫との結婚式のことを考えていました。しかし、太陽の熱が非常に強かったため、地球は燃え、石のように非常に硬くなりました。夏が終わったらすぐに結婚式が行われるはずです。親指姫は
全く幸せではありませんでした。なぜなら、姫は太陽のもと、明るい外の世界が大好きだったからです。ふと思い出しました。また、あの可愛いツバメに会いたい。しかし、彼は決して戻ってはきませんでした。彼は遠く離れた美しい緑の森に飛んでいったのです。秋が来ると結婚式の衣装や準備が整いました。野ネズミは彼女に4週間以内に結婚式を挙げなければなりません。と言いました。それから親指姫は泣きながら、この不愉快なモグラとは結婚したくないと言いました。ナンセンスだわ。と野ネズミは答えました。まあ、意固地になってはなりません。さもないとこの白い歯で噛んで差し上げますわよ。彼はとってもハンサムなモグラです。あなたもこれ以上ない美しいベルベットや毛皮をもらえるわよ。こんな幸運にあなたはとっても感謝すべきです。いよいよ結婚式の日が決まりました。その日、モグラは親指姫を地底深くに連れて行って一緒に暮らし、暖かい太陽が気に入らなかったので、二度と見ることができないようにすることになっていました。美しい太陽に別れを告げることを考えると、とても残念でした。最後に、野ネズミがドアのところに立つ許可を出したので、親指姫はもう一度だけ大好きな太陽を見に行きました。さようなら、明るい太陽。彼女はそれに向かって腕を伸ばしながら叫びました。それから彼女は家から少し離れたところを歩きました。トウモロコシは刈り取られ、畑には乾いた切り株だけが残っていました。さようなら、さようなら、と彼女は繰り返し、すぐそばに咲いた小さな赤い花を抱きしめました。もしあのツバメさんに会えたら、あなたからよろしく言ってね。ツイー、ツイーという声が突然彼女の上で聞こえました。彼女が見上げると、そのツバメが近くを飛んでいるのです。親指姫を見つけるとすぐにツバメは大喜びしました。寒い冬がやってくるよ、とツバメは言いました。私は暖かい国へ飛んでいくつもりです。私と一緒に行ってくれませんか？私の背中に座って、たすきで締めてもらってもいい。そうすれば、私たちは醜いモグラとその暗い部屋から、遠くの山を越えて、ここよりも太陽が明るく輝く暖かい国へ飛んでいくことができます。そこはいつも夏のようで、花はより美しく咲き誇ります。今すぐ私と一緒に飛んでください。かわいい小さな親指姫。あの暗い通路で凍りついた私を、あなたは救ってくれました。はい、一緒に行きます。と姫は言いました。そして彼女は鳥の背中に座り、足を広げて翼の上に置き、ガードルを最も丈夫な羽の一つに結びつけました。それからツバメは空に登り、永遠の雪に覆われた森や海の上を飛んでいきました。冷たい空気で凍ってしまわないよう、鳥が通過する美しい土地を眺められるように、小さな頭を覆わずに鳥の暖かい羽の下に潜り込みました。やがて
彼らは暖かい国に到着しました。そこでは太陽が明るく輝いており、空は地球よりずっと高く見えます。ここの生垣や道端には、紫、緑、白のブドウが咲いていました。レモンとオレンジが森の木にぶら下がっていました。そして銀梅花とオレンジの花の香りが漂っていました。美しい子供たちは田舎の小道を走り、大きな蝶と戯れていました。そしてツバメがどんどん遠くへ飛んでいくにつれて、あらゆる場所がさらに美しく見えてきました。ついに彼らは青い湖にたどり着きました。その湖畔の最も深い緑の木々の陰に、古い時代に建てられたまばゆいばかりの白い大理石の宮殿が建っていました。高い柱の周りにはつるが生え、頂上にはツバメの巣がたくさんあり、そのうちの一つが姫を運ぶツバメの家でした。ここは私の家です、とツバメは言いました。でも、そこに住むのはあなたには向いていないでしょう。快適ではないでしょう。あなたはその美しい花の一つを自分で選ばなければなりません。そして私はあなたをその上に置きます。そうすれば、あなたはあなたを幸せにしたいと望むすべてのものを手に入れるでしょう。嬉しい、と彼女は言い、小さな手を叩いて喜びました。大きな大理石の柱が地面に横たわっていましたが、落下して3つの部分に砕けていました。これらの間に最も美しい大きな白い花が咲きました。そこでツバメは姫を連れて飛び降り、広い葉の上に彼女を置きました。しかし、花の真ん中にまるで水晶でできているかのように白く透明な小さな男がいるのを見て、彼女はどれほど驚いたことでしょう。彼は頭に金の王冠をかぶり、肩には繊細な翼を持っており、体格は親指姫よりそれほど大きくありませんでした。彼は花の天使でした。どの花にも小さな男と小さな女が住んでいるからです。ああ、彼はなんて美しいの？親指姫はツバメにささやきました。王子様は自分のような繊細な生き物に比べてまるで巨人のような鳥を見て、最初はとても怖がっていました。しかし姫の姿を見たとき、彼は喜び、彼女を今まで見た中で最も美しい乙女だと思いました。彼は金の冠を外して彼女の頭に置き、彼の妻となり、すべての花を滑る女王になるかどうかを尋ねました。この夫は確かに、ヒキガエルやコガネムシ、モグラとは全く異なる種類の夫でした。そこで彼女はハンサムな王子に、はい、と答えました。それからすべての花が開き、それぞれから小さな貴婦人や小さな殿様が出てきました。どれもとてもきれいで、見ているだけでとても楽しかったです。彼らはそれぞれ親指姫にプレゼントを持ってきました。しかし、最高の贈り物は、大きな白いハエのものだった一対の白い羽で、親指姫はそれをつけて花から花へと飛び回れるようになったのです。彼らの上の巣に座っていた小さなツバメは大いに喜び、
結婚の歌を歌うように頼まれましたので、できる限り歌いました。しかし、心の中では、彼は親指姫をとても愛していたので、二度と彼女から離れたくないと思っていたのを悲しく感じました。もう、親指姫なんて呼んではいけないわね。花の精が彼女に言いました。あなたはとても美しいから、マイヤと呼びましょう。さようなら。さようなら。ツバメは暖かい国を離れてデンマークに戻るとき、重い心で言いました。そこには、おとぎ話の作家が住んでいました。その家の窓の上にツバメの巣がありました。ツバメは、ツイー、ツイーと歌い、その歌からすべての物語が生まれました。そうだった。幸せの絶頂にいて、あの時は気がつくことができなかった。こうしてすべてを振り返った時、強く思い出すのは、あの人のこと。あの時、いいえ、あの後もずっとずっと、私のことを本当に大切に思ってくれていたのは、運命の出会いだと思っていた美しい花の王子様ではなくて、ツバメさんの方だった。それなのに。ユリーカ。私だけが間違っている、そう思うことでしか受け入れられない世界、季節に流され涙の理由を聞かれても寂しく笑うだ